こんにちは、夏です。今日は刺繍を始めるきっかけとなった理由について話してみようと思います。その前に数年前からインスタグラムで投稿を拝見していた作家さんのポストカードを先日購入しました。いつか何かしらのグッズが欲しいと思いつつも選べてなかったのですが、やっと手元に届いて嬉しいです。私はイラストやアートは全く描けないのですが、色合いや発想力、物語が読み取れるような細かなところに引き込まれます。そんなアートを身近なところに飾れることをなんて贅沢なんだろうな、そんな風に思うほど景色や心も変わった気がしています。さて本題に入りますが、刺繍を始めるきっかけになったのは10年前に遡ります。結婚してすぐに妊娠することができたのですが、うまくいかず2回流産をしました。きっと一番幸せな新婚生活の瞬間だったはずですが、一番暗い2年間くらいを過ごしていた気がします。そんな時に SNS で見かけた作家さんの刺繍を見て、私もやってみたいなと漠然と思い立ったのですが、その時今思えば少しだけ光を感じる瞬間だったのかなと思っています。実際に作ってみたところ、子供の頃にマスコットを作っていたことや、それを母にプレゼントした時喜んでもらえたことを思い出しました。この刺繍を販売してみたいなと、初めはブランド名なども特に考えずメルカリで販売をしてみたんです。そうすると無名なはずなのに気づいてくださった方がいて購入してくれました。とても嬉しかったのと、人生の希望が見えた瞬間だったなと今では思います。もともと誰かに喜んでもらうことが好きだったので、自分が作る作品で喜んでもらえたらなと思い立ち、そこから少しずつブランド名を考えてみたり、アイコンデザインをデザイナーさんに作ってもらったりと準備を始めました。それからはインスタグラムでくるみ割り人形の世界観をテーマにコンパクトミラーやピルケースなど刺繍小物を投稿してオンライン販売を始めたりもしました。そうして過ごす中で時々イオンモールやイベント会場での販売も参加するようになっていきました。これまでの動画の中でも楽器ブローチを作ってきましたが、楽器ブローチを作り始めてからはまだ5年ぐらいなんです。くるみ割り人形をテーマにいろんな刺繍作品を作っていたのですが、その中でも主役のように刺繍していたものがあります。それは熊のぬいぐるみ、熊のおもちゃでした。熊のおもちゃがバレエを踊っている姿や太鼓を叩いている刺繍作品を作ったりしていました。
それから楽器も登場させてみたいなと思いつき、熊のおもちゃを指揮者に見立てて一緒に楽器を刺繍したフレームを作ってみたんです。その作品をお迎えしてくださった一人のお客様から、もっと楽器の作品があってもいいと思いますよと嬉しい声をいただいて、本当に買ってくれる方はいらっしゃるかな、ブランドのテイストが変わるかなといくつか不安もありながら販売してみることにしました。そうしたら思っていた以上に嬉しいリアクションがあり、たくさんの演奏家の方にお届けすることができたんです。きっかけをくださったお客様にもそうですが、これまでリピートしてくださった方、オーダーしてくださった方、投稿を応援してくださった本当にたくさんの方のおかげさまで今も作り続けることができています。もう一つ、私にとっては不思議で奇跡のように思っていることがあります。それは投稿や販売がまばらにもかかわらず、売り上げがゼロになった月が一度もなかったことです。もちろん波はありますし、大量生産できないので生活的にはハラハラする瞬間もたくさんありました。でもゼロの月が1回でもあれば、もっと早い段階で諦めてやめてしまっていたかもしれません。そして何よりこの活動をさせてくれている旦那さんのおかげで今も活動ができていると思っています。これは私の推測ですが、私にとって人生の光のようなものだから見守ってくれているかもしれないなと思いつつ、いつも本当に続けてていいのっていう確認はとっています。それは本当なら私もフルタイムで働かないといけないくらいの状況なんですが、アルバイトと作品販売の掛け持ちを文句も言わずに支えてくれています。とはいえ物価高騰は今後も続くと思いますので、活動もいつまでできるかは分かりません。できることなら喜んでくださる方がいらっしゃる限り作品をお届けしたいと今は思っています。今回は音声でお送りしてみましたが、いかがでしたか？お聞き苦しいところもあったかと思いますが、最後の方までご視聴くださりありがとうございます。今回のおやつはコンビニで見かけたチョコレートです。チョコレートって時々無性に食べたくなりませんか？ダークすぎるのは苦手なので、ミルク感がある方が好きです。皆さんも好きなチョコレートのタイプを教えていただけたら嬉しいです。それでは今回は刺繍を始めたきっかけについてのエピソードでした。最後にじゃんけんで終わりにしたいと思います。最初はグー、じゃんけんポン。今週も皆さんにちょこっといいことありますように。